身分の分からぬ者は中へ入れるわけにはいかん。アイテムを選んで。これだね。これは我々はローランディア王国からの使者だ。ここにアルカディウス王がしたためた書簡がある。これをランザック国王に渡し説明をするのが我々の役目だ。それに私たち前にも来たんだけど。そうだったな。ちょっと待て。国王陛下がお会いになられるそうだ。入られよ。さて運よくベンテルってやつに会えると。本当に僕が本物なんでしょうか。それを確かめるために来たんだろう。ちょっとここまで来ておじけづいたの？何をごちゃごちゃ言っている。お前どこかで見たような顔だな。僕。こんな顔したやつどこにでもいますって。そんなもんか。ちょっとドキドキしちゃったよ。そういやランザックはバーンシュタインと戦争中だった。おお、お前たちか。そのちっこいのを覚えているぞ。そりゃどうも。我が国もそなたの国も突如戦争を仕掛けたバーンシュタイン王国による被害を受ける存在。せめて我々だけは友好でありたいものだ。さてあとは例の魔法使いをってあれ。それは私のことだ。あなたは。また会ったおじちゃんひょっとして。な。ここでは詳しい話ができる。ついてこい。しばらく中を借りるぞ。はい。さて、ここなら話を聞かれることもない。あなたは。そうか、まだ名乗ったことはなかったな。私の名はベンツ。君たちが探している元バーンシュタイン宮廷魔術師。それじゃあマスターの先生？いかにもサンドラは優秀な生徒であった。それにしてもエリオット、君は何をしているのかね。何って。私は君の素性を記した書簡を君の育ての親に渡し、ローザリアへ向かわせたはずだ。それが怪しい者たちに襲われ手紙を奪われて。困ったものだ。それなら話は早い。あんたならわかるだろう。エリオットがリシャール王と瓜二つってことの理由をな。では今から私が言うことをサンドラにも聞かせてくれ。証人は一人でも多い方がいい。ホムンクルスのお前ならばできるだろう。はい。マスター今ベンゼルさんと話してるんだけど、こっちで起こったこと一緒に見てて。はい、用意はいいそうです。久しぶりだなサンドラ。
こちらからは君のことは見えるが相変わらず美しいのだろうな。マスターが照れてる。さて、前置きはこれくらいにして本題に入ろう。まずお前たちがゲベルについてどこまで知っているか。あの化け物の。そう、それとエリオット君とはどうつながるんですか？どうつながるかだと。つながるも何も全ては奴のせいなんだ。なんだ。はるか昔、グローシアンは人々を支配するためにゲベルを生み出した。そして人間を救おうとするグローシアンが魔法を駆使しゲベルの水晶鉱山に封それは知ってます。そのゲベルが18年前に水晶から現れたってことも。じた。全てはあの時から始まった。今起こっている戦争でさえゲベルが人々を支配するために起こした。どうしてそんなことを企むのかしら。だってゲベルを操るグローシアンがもういないんでしょ。ゲベルとは人々を支配するためだけに生み出された存在。主であるグローシアンがいなくなってもその命令だけで動いている。まず奴は過去に自分が敗れ去った原因である魔法を得ようと考えた。魔法を克服しなければまた以前の二度前になる。だがどうやっても魔法を得られると知ると別の方法を考えたのだ。自分が使えぬなら魔法を使える者を部下にすればいいとな。その時に裏から人間社会を支配することを思いついた。まず奴は自分の驚異的な増殖能力を使い生まれたばかりのリシャール王子の複製を作りすり替えちょっと待った。そのすり替えられた王子ってのは。た。その通りだ、エリオット。お前が本物のリシャール王だ。僕が王？エンジェルさん、どうしてそんなに詳しいの？できれば言いたくもなかった。王子の細胞を手に入れ、そして偽の王子とすり替えたのがこの私自身だから。あの頃の私はゲベルに従うしかなかった。何しろ奴は驚異的な力を持っている。いつでも私を殺すことができた。俺のいた傭兵団を壊滅させたくらいの力だ。ゲベル自身が魔法を得るための研究。すり替わった王子が政権を得るまでの面倒を見ること。来たるべきゲベルの支配のための地盤固めをする手駒として私は20年近くも働かされた。他の手駒と違って宮廷魔術師という身である私はかなり使い勝手が良かったんだろうね。よほどのことがない限り殺すつもりはなかった。だがそこに私の付け入る隙があった。奴の行動に目を光らせ監視するよう手下のふりをするのが一番だったからな。だからこそ始末されそうになった本物の赤子をこっそりと助け出し育てることができた。それじゃ僕がこうしていられるのもベンツェルさんのおかげ。ありがとうございます。正直に言えば私はゲベルの計画を潰す切り札を得るために君を利用しようとしたのだ。結果
れただけでなく、僕にちゃんとした教育を受けさせてくれました。お前は王位につくべき人間だ。王が無教養では国に住むすべての者が困るだろう。話を進めよう。先日の戴冠式でついにゲベルの操り人形が王位についた。役目を終えた私が奴らに始末されるのは火を見るより明らかだ。私は魔法技術の確立されていなかったこのランザック王国に魔法を教えることを条件にかくまってもらうことにしたんだ。それで突然いなくなったんだね。さっきゲベルがエリオット君の複製を作ったって言われましたけど、どうすればそんなことができるんですか？我々の体を構成するもの全てにはそのものの情報が詰まっているのだ。たとえ髪の毛一本髪の毛一本？子供が親に見るのは両親の情報を半分ずつ受け継ぐからだ。が一人の情報をそのまま受け継げば全く同じ人間が生まれる。簡単な例を挙げれば一卵性の双子だ。一つの卵が二つに分かれ母親の体の中で同じ情報を受け継いだ存在が2体できたのが一卵性の双子だ。なるほど。僕も生命学は専門外だったからな。ゲベルは自分の体から自分の複製を作り出すことができる。この能力を利用してエリオットと全く同じ情報を持った赤子を作り出した。それじゃああっちは偽物って言っても本物と同じなんじゃないの？半分は当たりだ。それじゃあ外れの半分は？ゲベルが自分の意のままになる人形を作るときに何の細工もしないと思うか？例えばリシャールはたったの14歳でありながら他のインペリアルナイトをしのぐ実力を持ちナイツマスターとなった。ああ、なるほど。だんだん読めてきたぜ。エリオットの複製を利用して自分にとって都合のいいように行動させる。ひょっとしてティプとサンドラ様の関係同様テレパシーでつながってんじゃないか。まさにその通り。それゆえ奴が表舞台に出ることなく自分の手駒を動かすことができるのだ。さらに奴は他の人材から自分を守るための兵を作った。それってあの仮面をかぶった。俺の腕と目を奪った連中で、連中の目的は分かったが、どうやってゲベルが作った偽物を王とするバーンシュタインを元に戻す？あんたはそのためにエリオットを助けたんだ。リシャール王も僕と同じ人間なんでしょう？どうやって証明するんですか？エリオットのつけている腕輪がその証だ。これが？それはバーンシュタイン王家の習わしに従いお前が生まれた当時の宮廷魔術師3人が王家の安泰を祈願して作った魔法金属の腕輪だ。詳しいことはお前の本当の母から聞くのだ。本当の母って王妃様？ダルアオス監獄からさらに東に行ったところに王家の別荘がある。そこには王妃、いや今は王子かアンジェラ様が幽閉されている。僕の本当のお母さん。リシャールは自分が偽物だと気づかれないためにアンジェラ様を幽閉したのだ。
実の母親だが、お前の言葉を信じるだろう。とにかくその王母に会ってみることが先決か。この手紙を持ってゆくがいい。話は長い。エリオットの出生を証明するときに必ず駆けつけよう。私はそれまでここに身を隠す。そういうことだ、サンドラ。彼らを導いてやってくれ。マスターが承知しましたって。ああ、待ってください。あと一つだけ聞きたいことがあるんです。なんだ。お兄ちゃんそっくりな人が私を襲った時助けてくれましたよね。どうしてあの時助けに来てくれたんですか？エベルは自分の創造主であるグローシアンの前に能力を失う。バーンシュタイン内で起こったグローシアン殺害事件は自分の弱点をなくすためエベルが命じていたものだ。魔法学院のマクスウェル、自分の研究のためにグローシアンをさらったエベルによるグローシアン殺害事件を利用したにすぎ。ケレン、ユンヌという自分の複製の他にもシャドウナイツまで利用してバーンシュタイン王国内のグローシアンは全て抹殺された。シャドウナイツ。シャドウナイツは政治の裏の汚れ仕事を請け負う、いわば必要あらぬ集団として作られた。姫はただ暗殺を許さなかった。ねえねえ、どうしてそんなに詳しいの？シャドウナイツは私が先の王に侵入して作ったもの。もっとも半分はレベルに命じられたのだ。そして私が初代マスターの座についていたから。それなら今のマスターは。おそらくガムラ。奴の狡猾さ、毒物や呪術の知識があれば当然のことだ。だが奴は残念すぎる。ガムラ。やつ。それで納得できたわね。ガムランがランザック王国を焚きつけてローランディアを挟み撃ちにしようとしたんだ。それお前はグローシアンの中で一番の能力を持つ。いわばレベルを倒せる唯一の存在だ。だからそういうことだ。なんだか素直じゃない感じね。とにかく謎が解けてよかった。あとは俺たちができることをするだけだ。ええ、ベンツェルさんに助けてもらったこの命にかけてゲベルの支配を防いでみせます。